ずいぶん静かだな。今後の世界秩序を決める戦場とは思えん。嵐の前は静かなものだ。もっとも今日は嵐の後の者が一人いるが、気圧が変わったら嫌な予感がする。何かがこの階段に向かっている。おい、外を見ろ。なんだあれは。貴様は死んだはずだ。肉体は滅びた。だが理念は燃え尽きぬ。同志スターリン、貴様は革命の礎を踏みにじった。ジノビエフ、カーメネフ、ブハーリン、ラデック、ルイコフ、ピャタコフ、そして国外に逃れたトロツキーまでも革命を共に築いた同志をなぜ皆血に沈めた。革命に犠牲はつきものだ。お前もそれを教えたはずだ。犠牲ではない、裏切りだ。くだらん口はもめだ。墓から蘇った亡霊と墓を量産した男か、どちらが本物の怪物か確かめさせてもらおう。俺のターンからだ。ドロー、統率の塔をセット。葬儀人コーラムがこの宅を支配する。死体遊びにしては楽しそうだな。安心しろ、お前の番もすぐ来る。喜ぶハーフリングを召喚。これでターンエンドだ。私のターン、ドロー、馬をセット。ヴィンセント・バレンタイン、孤高の刃だ。ここただの孤立だろう。売れるしかないものにはそう見えるのだろう。ターンエンド。私のターン、ドロー、山をセット。理念の炎を宿す。ナックルズ在地ルナ、宝を燃やし尽くす。昔は燃やす前に奪わせたくせにな。ああ、奪ったとも理念のためなら金庫持ちも惜しくはなかった。ターン終了だ。俺のターン、ドロー、統率の塔をセット。死体傀儡、メンセール、腐敗は静かに広がる。静かに。気づいた時にはもう手遅れだ。ターンエンド。俺のターン、ドロー、秘技の印鑑を唱える。資源を蓄えるとはお前らしくない。お前の保存費用が高くついたのでな。ターンエンドだ。私のターン、ドロー、馬をセット。血の署名を唱える。2枚引いて2点のライフを失う。ほう、命を削ってでも備えるか。お前たちの援助は無償ではないからな。そのままターンエンドだ。捨てるしかないな。私のターン、ドロー、山をセット。友なる石を唱える。まだ略奪に走らないとは意外だ。焦るな。火を放つにはまずた木々を積まねばならん。ターン終了。俺のターン、ドロー、島をセット。私の統率者、死体傀儡、メンセールを召喚する。もう動くか。腐敗にも速さは必要だ。これでターン終了。俺のターン、ドロー、ラノワールの光源をセット。野生の心、セルバラを召喚。パワーが資源か。いずれ死ぬ。ならば先に働かせるだけだ。ターンエンド。私のターン、ドロー、聖意の塔をセット。カルシの機関車を召喚。接しに反魂とは随分手堅い。まずは盤面を固める。刃を振るうの。その後だ。セルバラの効果でワンドロー。ターンエンド。私のターン、ドロー、山をセット。私の統率者、ナックルズ在地ルナを召喚。ようやく牙を剥いたか。理念は動かねば燃え。戦闘だ。ナックルズでスターリンを攻撃。受けよ。宝物を2つ生成。これが次の革命を動かす。ターン終了。俺のターン、ドロー、産業の塔をセット。戦闘だ。メンセールでレーニンを攻撃。止められぬ。ならば腐らせるだけだ。完璧な防腐処理があだになったか。戦闘後、真夜中の時計を唱える。鐘が鳴れば盤面が一変する。これでターン終了だ。俺のターン、ドロー、オークヘイムの敵対者を召喚。ずいぶん小粒じゃないか。まだ力を集める時だ。ターンエンド。私のターン、ドロー、馬をセット。私の統率者、ヴィンセント・バレンタインを召喚。闇に落ちた陛下。私であれば闇をも滑ることができる。ターンエンド。私のターン、ドロー、山をセット。戦闘だ。ナックルズでチャーチルを攻撃。熱心な反共主義者には先に釘を刺しておかねばならん。ブロックできない。宝物を2つ生成。戦闘後、ヘルカイトの暴君を召喚。理念の旗の下に力は集まる。力を奪い取るか。お前らしい。セルバラの効果でワンドロー。ターン終了だ。俺のターン、ドロー、沼をセット。狡猾な兵糧者、ジェイスを唱える。なんだあれは。正直俺もよくわからん。気づいたら入っていた。ゴキブリのような生命力だ。プラス1中精度能力を起動。ターン終了だ。俺のターン、ドロー、俺の統率者、
葬儀人コーラムを召喚。ようやく死体を集める気になったか。そこには同志たちの顔もあるだろうな。黙れ。お前の教えたやり方だ。戦闘だ。オークヘイムの敵対者でレーニーの攻撃。ブロックはなしだ。能力ではドロー。思うように力が集まらん。ターンエンドだ。私のターン。ドロー、馬をセット。呪われた貴族を召喚。クリーチャーを1体ずつ犠牲にしてもらおう。理念に準じる者は惜しみなく死ねる。ただの資源だ。これでヴィンセントの上にプラス11カウンターが9個も加えてカルシの機関車をコストに悪意の先行を唱える。もう1体ずつ犠牲にしてもらうぞ。ならばナックルズを犠牲に重複の先行を唱える。お前にも犠牲を払ってもらおう。これは予定外だ。立て直すしかない。師範の占い駒を唱える。続けて悪魔的助言。紅葉は達成している。何でもサーチできるぞ。ターンエンド。私のターン。ドロー。山をセット。私の統率者ナックルズ在チルナを再召喚。またも安きか。燃えねば理念はただ戦闘だ。ナックルズで小解析を攻撃。ブロックできない。宝物を2つ生成。ターン終了だ。俺のターン。ドロー。まずいな。遅れを取っている。爆発域をセット。私も統率者死体傀儡連星度再召喚。復讐が戻ったか。お前からも復讐が漂うはずだったのだがな。これでターンエンドだ。俺のターン。ドロー。培養ドルイドを召喚。再構築か。当初機長に権限を集中させるのだ。ターンエンド。私のターン。ドロー、黙示録、シェオルドレッドを召喚。資本主義の化け物か。力ある者は誰であれ従わせ、師範の占い駒を起動。トップ3枚目。この順化並び替えてコマでドロー。シェオルドレッドの能力で2点回復。ボイドの祭壇ススールセクンディーをセット。ターンエンド。私のターン。ドロー。シェオルドレッドの効果で2点のライフを失う。痛みは一瞬。理念は永遠だ。戦闘だ。ナックルズでスターリンを攻撃。ブロックできない。宝物を2つ生成。戦闘後帝国の長母兵を召喚。ライブラリーから睾丸の無法者をマグダを手札に加える。そのままマグダを召喚だ。さらに恐竜の遺伝子も唱える。そこだ。暗殺者の戦利品でマグダを撃つ。ならば対応をしてマグダの能力を起動。宝物を5個生贄に捧げライブラリーからファイレクシアへの門を戦場に出す。これで世界中で革命の嵐が巻き起こるだろう。その後暗殺者の戦利品でマグダは破壊され残ったのは山一つだ。ターン終了。俺のターン。バックキープ。真夜中の時計のカウンターが12個だ。手札と墓地をライブラリーに加え7枚カードを引く。シェオルドレッドがいれば大ダメージだ。私に感謝したまえ。島をセット。伝説の秘宝を唱える。リミアの印鑑を唱える。舞台は整いつつある。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。森をセット。永遠の商人を召喚。墓地のセルバラを手札に戻す。墓地から戻すべきは同志との月だ。死人は立ち上がらん。普通はな。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。ここで勝負だ。ボーラスの城塞を唱える。コマは手札。土地は未セットだ。どういう意味かわかるな。ライブラリートップからファイレクシアの闘技場を唱え飛べねばならボーラスの城塞に混沌のねじれを唱える。る。ボーラスの城塞をライブラリーに戻して切り直しトップを公開。鏡に願いを。だ、残念だがターンエンドだ。私のターン。アップキープ。ファイレクシアへの門が開く。黙示録シェオルドレッドを私の場に出す。ドロー。シェオルドレッドの効果で2点のライフを得る。山をセット。エデンの剣。エクスカリバーをナックルズに装備。理念を貫く刃としよう。さらに一室への恐怖を召喚。カードを1枚捨て1枚引く。戦闘だ。ナックルズで小解析。帝国の長母兵でチャーチルを攻撃。一撃だと。ブロックできない。宝物を3つ生成。戦闘後忘却の偶像を唱える。起動して1ドロー。恐竜の遺伝子も起動。スターリンの墓地のクリーチャー2枚を追放。これでターン終了だ。俺のターン。ドロー。ならず者の道をセット。遠見の儀式を唱える。協約コストとしてリミアの印鑑を生贄に捧げる。8枚見て2枚を手札に加える。続けて実験的占い。3枚見て1枚を手札に加え増殖だ。不穏だな。虚空翼の講師を召喚。終局は近い。
ターンエンドだ。俺のターン、ドロー、セルバラを唱える。これでターンエンドだ。スターリンゲン、毛をされているのか。私のターン、アップキープ。ハイレクシアへの門からマグダが場に出る。ドロー、戦闘だ。ナックルズで、スターリン、帝国の長母兵と一室への恐怖で、チャーチルを攻撃。まずは、道を誤った同士に引導を渡そう。バカな。ブロックなし。宝物を3つ生成。戦闘後、忘却の偶像でワンドロー。宝物を5個生贄に捧げ、マグダの能力を起動。これが、革命の終着点だ。終焉の石を場に出す。ここから巻き返せるカードは入っていない。乾杯だ。レーニン、俺の負けだ。やられたな。本物の化け物は墓から蘇る。保存しておいたのが間違いだったか。それにしてもファイレクシアへの門とは、奪う側が奪われては話にならん。重複の先行が効いた。あれがなければ私の圧勝だった。今回は私が勝利したが、これで終わりではない。理念を燃やすには、まず燃料がいる。そして、燃える理念が世界革命をもたらすだろう。世界革命論か。夢を見るのは自由だ。夢物語だ。一国で社会主義の建設は可能なはずだ。共産主義の授業なら、もうと一緒にやってくれ。私は辞退させてもらおう。中国にも革命の火は灯る。いずれ、その炎が世界を飲み込む。